本コースを修了するとどんなスキルが身につくのか、デモンストレーションをお見せしたいと思います。それでは、カーソルに実際にコードを書いてみましょう。インデックス HTML を作成して、HTML のフレームを準備します。で実際に、書いてもらった、コードがブラウザでどのように出力されるかを見てみたいと思います。今、Open with Live Server という、VS Code でカーソルにある、プラグインの機能を使って、ここに表示をしてみます。はい、今、ブラウザに表示されましたけれども、タザンナビゲーションが表示されています。では次に、これが何もスタイルが立っていないし、アニメーションも追加されていないので、本来であればコードを書いていくんですけれども、今回は AI エージェント機能を使ってみます。ここのチャットコンポーザーで、コンポーザーの方に、今実際に表示されているメニューに追加の指示をします。はい、今このように指示を与えてみました。そうしますと、HTML ファイルのまず更新をしてくれてます。で、次に、スクリプト JS というのを一番下に、外部ファイルとして追加しているので、スクリプトファイルが、今作成されました。そして、スタイル .css も同じく作成されました。今、緑で、ハイライトされているのが、変更を、これで良いかという変更の確認の内容になります。一通りエンジニアはこのようにコードを見てみて、問題なさそうであれば、Accept All で、実行されます。すでに右のブラウザの表示が変わっているのですが、これは OpenWith Live Server の機能によって、コードが更新されると、ブラウザにもすぐ反映されて、今このように、ドロワーメニューがすぐに実行できたことがわかります。本コースはフロントエンドエンジニアの方を対象にしたコースなので、扱うファイルとして HTML、CSS、KS、その他画像や動画、SVG などのメディアファイルが中心になると思います。画像や動画自体の生成はカーソルではできません。しかし SVG 画像はデータがコードベースなので、うまく指示をすればカーソルでも期待したベクター画像が生成可能です。